この通り強弱でブラシサイズと不透明度を変更することができる。割と太めの線で描いた方がラフのポージングが取りやすかったりもするので、我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回は非常に要望の多かったプロクリエイトを用いての厚塗りの方法についての講座を取り行おうと思うのであるぞ。厚塗りとは色を塗り重ねることで油絵やアクリル絵の具で描いたかのような色の重なりのある深い表現をすることができる塗り方である。アニメ塗りやブラシ塗りではできない独特の色味のある描き方をやってみたいというポンポコリンは多いのではあるが、プロクリエイトではどのようなブラシで描けばよいのか、どのような手順で塗ればよいのかということで悩んでおるものが多いというのも聞いておる。なので今回はどのようなブラシを使えばよいのか、そしてどのようなやり方でやっていけば綺麗な厚塗りを完成することができるのかという点を重点的に解説をしていこうと思うので、ぜひぜひ最後まで見ていただけると嬉しいのであるぞ。また、このチャンネルではプロクリエイトに関するお絵描き講座を多数投稿しておるので、よければぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいのであるぞ。プロクリエイトを使って厚塗りの絵を描いていく方法を解説していこうと思うのであるぞ。まずは新規キャンバスを作成しよう。今回は幅、高さともに3000ピクセルのキャンバスを使おうと思っておる。解像度は350にしておこう。ではこの状態で作成を押そう。新規キャンバスが出たところで、一体どのブラシを使うのかということを説明していこうと思うのである。今回使うブラシはプロクリエイトにデフォルトで入っているブラシではなく、魔王鉛筆を紹介した際に合わせて紹介をさせていただいたブラシの一つ、iPad クリエイターラボ猫舌殿の作成をされたプロクリエイトソフトブラシを使おうと思うのである。このプロクリエイトソフトブラシ 2.0 とその前のバージョンにあたるソフトブラシ 1.1 という2つのブラシが無料でダウンロードすることができるのだが、もちろん両方ダウンロードしてもらってとても使うことができるブラシなのだが、その中でもこのソフトブラシ 1.1 の中に入っているブラシを今回は主に使っていこうと思うので、まずは厚塗りをしたいというものはこの 1.1 をダウンロードしてインストールすると良いであろう。ダウンロードした ZIP データを解凍すると、このようにソフトブラシ 2.0 ブラシセット、ソフトブラシ 1.1 ブラシセットというのが出てくるので、このままタップするか、画面にこのようにドラッグすると、ブラシのライブラリのところにソフトブラシ 1.1 とソフトブラシ 2.0 がそれぞれこのように収録されているのを確認することができるのであるぞ。この中で今回使うのが、このソフトブラシ 1.1 の方に入っているソフトエンブラシというものを使おうと思っているのである。この通り強弱でブラシサイズと不透明度を変更することができる、非常に滑らかな塗りができるブラシなのである。そして他の色との混ぜ方も筆で混ぜているかのような質感で色を混ぜることができて、こうやって筆圧の強弱を重ねると綺麗に色を混ぜてくれるので、厚塗り用の線画から塗りまでこれ1本で行うことができるブラシとも言えるのである。というわけで今回はこのソフトブラシのソフトエンブラシを使って厚塗りを行っていこうと思うのであるぞ。プロクリエイトで厚塗りの作業を行っていこうと思うのである。まずは先ほどのソフトエンブラシを使ってざっくりとキャラクターのラフを描いていこう。本当に線画のラフとかを描くときにも使いやすいので、これを使ってまずはババッとラフを描いていこう。割と太めの線で描いた方がラフのポージングが取りやすかったりもするので、まずはこういう絵を描きたいなっていうのをザザッと描いてみると良いであろう。キャラクターの線画のラフができたので、これを元に線画の清書を行っていこうと思うのであるぞ。まずは今描いたラフのレイヤーをレイヤーの不透明度を 20% 前後に下げておこう。この状態で新規レイヤーを作成して、このレイヤーに線画の清書を行っていこうと思うのである。
線画の太さを3%ぐらいにして、この状態で線画の清書を行っていこうと思うのである。そして書き間違えたりなどした際には、ソフトブラシ 1.1 に入っているこのソフト水彩ブラシを使って消すと、柔らかく綺麗に消すことができるので、ぜひ使ってみてほしいのであるぞ。では、線画の清書を行っていこう。では、線画が描き終わったので、厚塗りをする際のベースの下塗りを塗っていこうと思うのである。これは普通のアニメ塗りや他の塗りと同じように、ベースカラーをレイヤーに塗っていくというものである。やり方は簡単で、新規レイヤーを作り、線画レイヤーの下に配置をし、ここに下塗りをしていくというものである。塗り方については自由にやっていただいて大丈夫であるけれども、我の場合は、このフリーハンドの機能の塗りつぶしを使ってキャラクターを塗っていこうと思うのである。なのでまずはキャラクターの肌の色を選択して、こんな感じで色を塗り分けていこうと思うのである。では、下塗りが完成したので、ここからまずはざっくりと陰影を塗っていこうと思うのであるぞ。陰影を塗る前に、この背景色の色を白に戻しておこう。こうやって色がついているとな、この色に影響されて影の色とかもちょっと緑っぽくなったりとかしてしまうことがあるので、仮にちょっとこのはみ出しを確認するように置いていた緑は白に変更しておこう。この下塗りをしたレイヤーの上に新規レイヤーを作成して、合成モードは上山に、そしてマスクをクリップすることで、この通りキャラクターの下絵を塗った範囲から色がはみ出さなくなったのが分かったであろうか。こうすることで簡単に陰影をつけることができるようになるのであるぞ。では先ほどと同じソフト円ブラシを使いながらざっくりと陰影を塗っていこうと思うのである。まずはこんな感じで大きめのブラシサイでざっくりと色を塗っていこう。はみ出しなどは気にせず、キャラクターの内側にある色も有効に活用するように塗っていくとよりや。キャラクターの大まかな陰影が塗り終わったのであるぞ。では次にキャラクターのハイライト部分や細かな模様の書き込み、そして線画の色付け作業を行って大まかな塗りの完成をしていこうと思うのであるぞ。先ほどと同じように影を作ったレイヤーの上に新規レイヤーを作成して同じようにマスクをクリップしよう。今回はレイヤーの合成モードは標準のままにしておく。この状態でまずはキャラクターの明るい部分、ハイライトを書き込んでいこう。ハイライト作業で少し色味の違う色を置くことで、厚塗りをしても絵全体がぺったりと厚みのない印象になってしまうことを防ぐことができるのであるぞ。
これでキャラクターのハイライト、細部の書き込み、そして色トレス作業が完了したのである。比較をしてみると、細かいパーツや陰影の追加をしたことでよりぐっと引き締まった色味になっているのがわかるであろうか。そしてハイライトを足したことで全体に立体感が現れたのがわかるであろうか。そして色トレスを行ったことで線画の黒色の重たさが解消され、肌や髪の毛、服などの色に馴染む線画になっているのがわかるであろうか。では、今まで描いたレイヤーを一つのレイヤーにまとめていこうと思うのである。やり方は、描いたレイヤーをベースのレイヤーにこのようにドラッグして、新規グループの中に全て入れていこう。こちらが現段階で色を塗っている全てのレイヤーをグループに入れたものである。入れることでこのように、ひとまとめのレイヤーとして管理することができるのである。この状態で右にスワイプをして、複製を押す。こうすることで複製されたグループができているので、このレイヤーのアイコン部分をタップしてフラット化をしよう。こうすることで描いたレイヤーを1枚のレイヤーに置くことができたのである。この塗りをまとめたレイヤーに直接加筆を行っていき、全体の書き込み、そして塗りの仕上げをしていこうと思うのであるぞ。そのためにバックアップとしてレイヤーを分けた状態のグループを残しておいたのである。では、このまとめたレイヤーに塗り込み作業をしていこうと思うのであるぞ。
というわけで完成したイラストがこちらである。実際に塗り込んでいた時間的には2時間ほどであろうか。だいたいそのぐらいの時間かけて細かな線画と陰影の調整をしながら塗り込みを進めていったのであった。最初はこれよりももっと時間がかかるかもしれないが、最初の段階で陰影や線画の色などを決めておけば、あとはそれを整えるだけという状態なので、ブラシの塗りに任せてしまえば、意外と作業を詰めていけばできてしまうので、今回のこの動画を見て挑戦していただければなと思うのであるぞ。完成だけ見るとどうやって塗るんだろうってわからなかったものもこのように、ラフから線画の清書、そして基礎の色塗り、そして陰影をつけて、で塗り込んでいく。その工程を繰り返せば、自分でもできると思っていただけたら幸いなのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。